というわけで、こちらのミニを直して乗ることにいたしました。なかなかすんなりはいかないと思いますけど、とりあえず進めたいと思います。でですね、今回いろいろなものを揃えました。まず、コンピューターですね。 Facebook の、クラシックミニグループでコンピューターを持っている人を探しまして、2つ購入させていただいて、それからここにあるのはヤフオクで買ったスロットル一式ですね。必要だったのはスロポジセンサーだけなんですけど、スロポジセンサーだけを買うより、セットで出てたものを買った方がお得かなと思って、これだと、ステッパーモーターとかインジェクターとか、そもそもスロットルなんかもついてくるので買ってみました。イギリスからミニの部品を個人輸入するのが一番手っ取り早いんですけど、今回必要なものは、吸気音センサー、それからこれはさっきのスロットルから外したスロットルポジションセンサーなので、これはミニスペアーズから買ったものではありません。これも廃盤で売ってないです。それからこれがボンネットの開けた時突っ張る棒のキャッチの部分がなかったので、それを買いました。水温センサー、これがクランク角センサー、あとはちょっと細々したどうせ交換するだろうなというものを仕入れました。今日持ってきた材料はこんな感じですかね。ではこのミニにつけていきたいと思います。というわけで、まずはどこに手をつけようかなということで、スロットル周りで外れているものが結構あるので、それをまず復活させようと思います。まずここにあるはずのステッパーモーター、これが外れてますね。で、エアクリはどこなんですか。その先にあるセンサーがない、そしてスロットルポジションセンサーを外れていて、あとエンジンマネジメントユニットっていうのが外れています。そしてコンピューターがないと。それからこれはホグランプだ。これが多分クランクセンサー、これが外れています。そこになんかネジが1個ある。クランクセンサーは仕入れてるけど、そのネジはちょっとこの辺からとにかく。そしてですね、今日プラグコードを持ってくるの忘れた。後で取りに行くようか。ちょっとめんどくさいことになっています。とりあえずこの辺を戻してみます。まずは使う部品を真鍮ブラシで磨いてちょっときれいにしました。ラバーキャップのところ、このラバーもちょっといつまで持つかなっていう感じなので、いたわってラバーグリスを塗っていきました。そしたらきれいにしたこのステッパーモーターを取り付けていきます。ちょっとね、今日やるっちゅうのに三脚を持ってくるの忘れたんで、3、2、1、とりあえずステッパーモーターつきました。アクセルワイヤーの位置も調整しました。またこれはおいおい調整することになると思いますけど、とりあえずは OK
きましてはこれスロットルポジションセンサー、スロットルがどれぐらい空いてるかをコンピューターに知らせるセンサーなんですけど、これもよくミニが壊れて調子が悪くなります。これも中古なんで生きててくれるといいんですけどね、付け方にもまたちょっとコツがあって、変につけると正しい数値を示さなかったり引っかかってしまったりするんですよね、これ。とりあえずつけていきます。はい、スロットルポジションセンサーつけました。案の定これね、ちゃんと、スロットルからのレバーに引っかかってるかどうか確認しないと外れていて、スロットルを開いてもセンサーの、軸が回らないっていう感じでしたので、下側からこうやって指を当てるとちょうどそのかかる部分に手が当たるので、それでスロットルをこう動かしながらちゃんとそのセンサーの軸が回ってるか確認しながら取り付けました。はい、続いて今度はこちらですね、つけていこうと思います。はい、こちらは、本来エアクリにくっつけてある、吸気温度センサーですね。こちらになります。インレットエアテンパチャーですね。これなんですけど、本当はここにクリップがついてるんだけど、それがなくなっちゃってますね。とりあえず外れなければいいので、ちょっと今回はこのまま。エアクリもちょっと純正のエアクリがなくて、ドック機能がついてるみたいなんですが、まずはエンジン始動できるかどうか確認したいので、このままセンサーだけ取り付けていきます。はい、とりあえず挿すだけなので、とりあえず置いときました。そしたらちょっとこの辺の、スロットルマン周りをしっかりネジ止めして固定したいと思います。ネジ止めが終わりましたので、あとはこのインジェクターにつながるこの配線ですね、このカプラーをつなげればとりあえずは OK になります。ちょっとこの C 型のピンが片手では抜けないのでちょっとつけておきます。はい、C 型のクリップは挿す分には外さなくてよかったみたいなので、そのままつけました。これでインジェクター周り、スロットル周りの配線とかは元に戻ったはずです。次はまずはここの、タイミング角センサーをつけてみようと思います。ネジがあるかな。クランク角センサーを取り付けようと思ったんですけど、一回ちょっとつけたんですよ。だけどちょっとスターターモーターの裏側がもうヘドロのようになっていたので、これをパーツクリーナーで洗い流してると新しいクランク角センサーにもろかぶりなので、ちょっと一回面倒でもスターターを外して裏側あたりをきれいにしようかと思ったんですけど、この車はクラッチが滑ってるっていうことなんですけど、結構中がオイリーなんですよね。もしかしたらクラッチ滑りの原因はプライマリーギアのオイルシールからのオイル漏れで、クラッチがオイルまみれっていう可能性があるかもしれません。そしてその奥にあるクラッチリリーズシリンダー、これは AP 製がついてます。ラッキー。 AP 製なので、ベースビも外してこの辺をちょっとクリーニングしてるんですけど、すごいヘドロです。蓄積しています。はい、なんとかクランクタイミングセンサーを取り付けましたがね、スターターモーターを戻しました。裏側も多少は綺麗にした感じですね。ついてなかったコイル、とりあえずこれを使うかどうかはともかくなんですが取り付けました。あとはコンピューターとこれですね、エンジンマネージメント、これはミニスペアーズで新品
バキュームホースがちゃんと生きているかともかくとして、とりあえずつなぎました。次は、コイルの配線なんだけど、これどうやってつなぐんだ。コイルの配線の仕方がちょっとわからなかったんですけど、外れていたので、とりあえずホースをつなぎ直しました。バッテリーですね。バッテリーつないでいこうと思います。とりあえず仮なんで乗っけてみました。大きさは純正サイズだともうちょっとちっちゃいんですけど、このバッテリーボックスにぴったり収まる大きめ容量のやつです。はい、バッテリーをつないだので、とりあえずキーを少しだけ回しています。ワイパーが下りた。なんでだ。まあ一応こんな感じですね。メーカーは今取れてるんで、ハイフラライトつくね。はい、ちょっとまずプラグコードは今ないので、エンジンをかけません。まあガソリンも入ってないですね。ちょっとここまでにしておきます。ちょっとプラグコードを取りに事故車の方まで来ましたね。はい、というわけで、プラグコードつけました。これでエンジンかかるんじゃないかなと思うんですが、そんなにいかないでしょうね。